Hey guys. Hey guys. どうですか？小映えですか？レモンも入ってるから初めてだ。カツオと昆布と煮干しの出汁も入れてみます。美味しい。もーちゃん、ちょっと味見てみて。ちょっと飲んでみて。おお、すごいね。どう？もうちょっと入れる？調味料何も入れてないの？入れて。ちょびっと醤油とみりんとお塩だけ。いや、これでいいと思う。それ完璧？優しい味だね。じゃあお昼はお雑煮とチキンとなんか食べる？あ、お雑煮とチキンでいいかな。よし。何食べてんの？ゆで卵。ペロペロ。
うわ、もりゃ見て、すごいことになってる。餅？餅がえらいことになってる。すごいな。めっちゃ飛び出してる。飛び出してる。いや、もじゃん食べよう。よいしょ。食べよう。よいしょ。久しぶりだ。久しぶりだね。ちょっとおしゃれにしちゃって。ね。じゃあせーの。いただきます。いただきます。やっぱまずこれ飲むのかな。どうですか。お出汁は。あ、うまっ。うまい。すごいシンプルだけど深みがある。染み渡るね。でもこれはカモンも入ってるから初めてだ。ああ、カモ入ってる。これ骨についてた肉を全部そぎ落として、でこれカモの皮。ほろくろ。すごいホロホロだね。おいしい。Hey guys, Hey guys. Happy New Year. Happy New Year. ほら咲いてる咲いてる。綺麗に使って綺麗だね。満開だ。ルーが一人で散歩した時に見つけたの。静かなお寺。おお、感じでしょ。
ほら家族なんか可愛いね。おばあちゃんちって感じだね。あったかい。アップできた。やっぱザラメはなんか卵ない。もう黄色い。はい、味噌ラーメンのつもりが味噌汁麺になりましたパシャリ。せーの、いただきます。じゃあこのバターを混ぜていただいてください。バターを溶かして、麺がなかったんで春雨ですヘルシーラーメンです。味噌ラーメンじゃないけど美味しいどう？あ、小林ですか？小林と日々戦っております。ちょっと弱くなってるか弱い？な。いや、なんか柔らかくなったら水が足りない証拠。なるほど。寒いです。
風温めてご飯にしよう。うん。温めるだけだ。359です、それは。高いね。うん、生クリームなんか500円ぐらいしたよ。2日目のカレーはより美味しそうです。味が染みてるよ。染みてます。もりゃん、すーちゃんにもお肉入れて。うわーい、肉だ肉だこれはもりゃんが最近よく作るお手製茹で鶏です。茹で鶏のポイントは、低温でうん煮込む。わあ、すごいじゃん。中にジューシーさが残る。おお、すごいつるつるだね。うん。はい、ではせーの。いただきます。美味しそうです。私、鶏ハムいただきます。真ん中からいいよね。気に入ったわ。サクプリみたいな感じ。話し始めないでって言ったでしょ。お前こそ何をやってたんだこんな時間まで。自転車パンクしたからバスにしたんだけど、おばあさんに席変わってあげようとしたらついで思いっきり足踏まれて痛いのかな。今から買い出しに出かけます。お家にあるストックを確認中のもりゃです。でも卵とヨーグルトと、卵とヨーグルト。ほぼねえな。空っぽ。こんなになっちゃったよ。メインを買う前にゆかり、大袋がいい。あともう一種類買う。もう一個はそれね。おにぎりのお供です。おー、うまそうだ。これいろいろ食べれる。うん、切れっ端。シアンが気になったのは、おお、それすごいいいね。いいね、それ。それ買っちゃう？それ安いわ。余ったら焼いたりすれば。うん、いいね。美味しそう。わあ、それも美味しそうだね。ブランドはこれ安いから。あー、豪華です。やったー。
ごいつぼみ出てる。もう咲くでこれ。おお。すごい皆さんお久しぶりでおす。久しぶりです。6ヶ月間お休みありがとうございました。ありがとうございました。今日は本編のおまけで寿司カップルラジオと題してラジオ風にちょっと2人で話している様子をお届けできたらと思っています。はい。じゃあ皆さん気になっていると思われる私たちがこの休みの期間どうやって過ごしてたのか、そうだね。ちょっとそれを2人で話していきたいと思います。はい。どう過ごしてました？そうだね。6ヶ月間、最初辞めた時はさ、YouTube の投稿を毎週に1回投稿してたのが結構義務感になって苦しい部分があったんだけど、それがこう6ヶ月間の休みの間にこうなんていうのかな、リラックスできたというか肩の荷が下りてこうよりこう YouTube を自然な形で撮りたいなと思って。なんか YouTube が本当は楽しくてやってみたい、こういう生活に憧れるっていう純粋な気持ちで始めたのに、なんかこうそれが収入が得られるようになって、なんかいつからかこの生活費のなんか当てみたいにしちゃって、生活費を稼ぐために動画もいっぱい撮って編集して投稿してっていうのが、なんか実際にやっぱり皆さんからのコメントとか、こう応援とかですごく嬉しいと思う気持ちの反面、その頑張らなきゃっていうなんかこう追い詰め、自分たちで勝手に追い詰めてた部分でなんかこうせめぎ合ってて、ちょっとそれが苦しかったんですね。だからちょっと一旦それはリセットして純粋にそのもともとやりたいって思ってた純粋なその気持ちを、でまた再スタートを切れる期間にしたいなと思って過ごしてそうだね。YouTube を当てにしてたから、その6ヶ月をかけて、その YouTube の収入に当てにしない収入源を見つけるための期間にしたんだよね。そういう模索する期間で、実際どんな風に過ごしてたかっていうのはどうですか？そうだね。過ごしてたのはYouTube が離れて、その毎週のタスクがなくなったわけだから、そうだね。俺は引き続き英語の勉強をしつつ、あとは散歩をしたり、あとなんかその辺散歩してったら、こう猫とかがこうよく出くわすから、それに餌あげたりとか、普通に平和に過ごしてたかな。おにゃんが野良猫ちゃんたちにね、ちょっともうときめいてから、この寿司カップルの家は猫ちゃんたち、動物飼えないお家なんですけど、なぜか家には猫の餌が日々ストックされて散歩に行く前に必ず餌を持って、出会ったらいつでも餌をあげられるように、モリアンはいつも常にポケットに忍ばせてやってましたね。それは習慣になったね。あとはね、私が一番そうなんだけど、やっぱ会社から独立して自分でやっていきたいっていうのがずっと前からあったから、それをモリアンに手伝ってもらって、いろいろ独立できないかっていう試行錯誤で、ちょっと皆さんにもインスタの方でこう伝えたことがあったけど、そのフィジカルセラピストとそのピラティスを合わせてフィジオってつけて、なんかやってみようかなっていうのを考えて、で
だいぶ構想はできてたんだよね。そうね。構想どういうことをやるかとかビジョンとか、そういうのミッションとかも全部明確にまでして骨格はできて、でチラシ配りとかも、地域にチラシ配りとかも2人で1000枚チラシのデザインも一から自分で考えてチラシ作ってくれて、であとそのピジオの、サイトもこうちゃんと一から作って、その PR とかしてたんだけど、もう全く反応はなく、反応がないし、その反応のない中でなんかこれなんかやっぱり自分のやりたいことじゃないんじゃないかっていう、なんか、そういう気持ちがあって、なんか一旦さ、そのビジネスピラティスとか、健康関係のなんかお店を出店しませんかみたいなマルシェみたいなのがあって、そこに見学に行ったよね。で行ったんだけど、なんか自分たちがやりたいことってこういうのじゃないよなって気づいて、そこから割と方向転換し始めたような気がする。またちょっと一から考え直したよね。でそういう話もしつつ、その合間では、なんか旅行とかも行ったりしてるね。旅行も、そう旅行、本当はその動画でね撮影しようと思って前々から計画してた旅行ではあったんですけれど、私たちの完全オフな旅行にそうなんかなって、動画を撮るとなんか意識して、なんか心から楽しめなくなるちょっとまだかも楽しめないかもっていう、まだ自分たちにちょっと自信がなかったから、カメラは置いて旅行に行ったんで、その場所は、山口県と広島県、広島県は多分有名だから知ってる人もいると思うけど、宮島の厳島神社とか、その広島ドーム、原爆ドームとかを見て楽しんだり、食べて見て楽しんでリラックスした旅行でした。そうだね。心境の変化とか正直な気持ちとか、なんかこう揺れ動いてた期間とか、そういうちょっと気持ちの、だいぶ喋った重複することもあると思うけど、そのちょっとテーマでそうだね。不安になった瞬間はそうだね、一旦、YouTube をやめて、YouTube からの収入がなくなったから、YouTube 以外の収入を探すために、一旦ピジオっていう構想を決めて、なんか自分たちだけのビジネスをしようって思ったけど、それが本当に自分たちの理想なのかと、結局なんかピジオの中でお客さんを探したり、その数こなしてみたいなところが前の YouTube の働き方とあんまり変わらないんじゃないかとか考えたりすると、なんか理想からちょっと離れてるから、その改めて自分たちの理想は何なのかっていうのを話し合う時間を結構設けた気がする。お互いね喋りこう語り合いながらこう、時間かけて、でもこれが本当明確になったのって本当つい数日ぐらいで、そうだね、この6ヶ月ねもう使い切ってやっと見つかって、まだ本当そのなんか本当は6ヶ月経った頃になんか見違いりましたみたいな、変身しましたみたいな感じで戻ってきたらいいなってちょっと思ってたけど、なんか正直何もパッと何にも変わってないんだけど、でもただそのちゃんと自分たちこういう方向に行くんだっていう、なんか確認みたいなものを2人で共有できて、今こうやってまた楽しくカメラをね、撮れるようになったっていうのが正直なところ。そうだね。じゃあモリアンに質問なんですけど、モリアンのその理想の暮らしっていうのをちょっと皆さんにちょびっと紹介してもらってもいいですか？そうだね。そう、この6ヶ月間で、話したお互い、自分の理想は何かみたいなところで言うと、まずペットが欲しい、ペットが飼える家に住みたいっていうのがあって、その猫が好きなので、猫が飼えるようなアパートに住む。日本のアパートって割とペット禁止なところが多いから、そこを探すのも結構ね大変だし、お金も上積みになるし、そうそう。
で、あとはその、引っ越し関連でそのいろんなところに住むのが好き、同じところにずっと住むっていうのがなんか自分の性には合ってなくて、そのいろんなところに住みたいで、それは日本国内だけじゃなく、その海外もいろいろ住んで転々とした暮らしをしたいなって思うね。実際に日本でも2人で暮らし始めてからも1回2回3回、ここ3回目、で次もその、ね、やっぱ猫が飼いたいっていうので4回目がもしかしたらあるんじゃないかというところに今います。そうだね。じゃあ君のそのすーちゃんの理想の暮らしはどんな感じなの？私の暮らしはもう今やりたいってことが実は2つ見つかって、1つはこのやっぱ YouTube、私自身と2人寿司カップルのこの暮らしてるっていう、ただ暮らしてるっていう様子をこうちょっとカメラをねつけて撮っている、それをみんなにシェアしてるっていう、そのことでこうすごいこう喜んでくれる人たちが本当にたくさんいるっていうのをすごい今実感して、なんかすごい満たされるんだよね。自分も楽しいってやってたことが、自分が楽しいってやってたことが喜んでくれる人がいるっていう、この関係っていうかがすごい楽しくって、でちょっと待っていいよ。それ、だから YouTube 暮らしながら生きてるっていうこのなんかふわんとしたこの心地がすごい私はすごい理想で、なんかまずそれが一つと、もう一つはなんかすごくなんかあんまりそういうふうに思われないかもしれないんですけど、すごいなんかいろんなことをなんかこの頭の中でなんか内省するのがすごいなんか自分がなんか癖なんだなっていうのに最近気づいて、で、それはチャット GPT とかいろんなこう便利なもの AI とかがある中で、それをすごいそこにもうバーって書き出すっていうのが習慣になってて、なんかそれを振り返ってみたら多分なんかこれをモニャンに言われたけど、それはなんか才能だねみたいな、そんなによく書き出せるねみたいな、でも自分ではそんな風に思ったことなかったんだけど、ただもうこの頭の中にしちゃかめっちゃかこうぐちゃぐちゃになってることをただこうやってバーって書き出して、それをその AI がきれいに整理整頓してくれて、それをまた自分で見て、そうかって自分ってこういうこと考えてるんだとか、その繰り返しがなんか自分は好きだっていうのが気づいて、だからそのなんか自分のその持ってるこの言葉とか考えてることとかをなんかこうアウトプットする場所を作って、なんか、それがまた動画みたいになんか私たちの動画を見てくれてる人がクスってこう微笑んだりとか、なんか癒されるなとかリラックスするなとか思ってもらったら、その私の言葉でもそういう風に思ってもらったらなんか嬉しいなって思って、だからその自分のこの頭で考えてる言葉たちを、日記と一応日記っていう形にして、アウトプットすることと、この YouTube をすること、編集も含めてやるっていう暮らしが私の将来の理想の暮らしで、その中でその理学療法士とかピラティスとか今まで経験してきたこと、知識持ってる知識とかも、その暮らしの中でこう散りばめていけるっていうのが理想かなっていう、感じ。すごい語っちゃったけどでもモリャンのそのじゃあお仕事っていうか、そういうキャリア的な面ではどうですか？キャリア面か、そうだね、この6ヶ月間でも考えてたことなんだけど、海外の人と、関われるような仕事がしたいと思って、観光とかさ、不動海外の人が日本に移住した時に不動
動産関係、暮らしで困ったことのお手伝いとか、移住に際してなんかわからないこととかをなんかこう解決できるような、人になりたいなと思って、今もその YouTube とかの、メッセージで、何人かから連絡が来てこう対応はしてるんだけども、別になんかそれをなんか、ビジネスってわけじゃないけど、もうちょっと大きくできたらいいなとは思うけどね。いやこれからの話、なんかこういう方向で行こう、シカップルとして行こうみたいなお話。そうだよね。一旦さ、さっきも言ったけど YouTube の収入をもう当てにせずに、自分のこうしたいことをこう表現するものにしたいから、週1でじゃなく、不定期だけど、毎週撮影はしようとは思ってるから、でそれをすずちゃんの方で、編集はずっとお互いにやってたんだけど、それをもう君に全部移譲して、僕は、一旦普通の企業に勤め直して、収入面の、確保、生活の確基盤保、をという役割。そうだね。あとそうだね、先ほど言ったその猫が飼える家に引っ越すための、資金っていう意味もあって、やっぱり普通の企業に一旦勤めて、そうね、安定した収入を得つつ、君のサポートをしていこうかなっていう段階にいようと思ってます。2人の理想としてる生き方を実際に体験してみようっていう方向で、行く。そうだからどうしてもちょっと、前みたいに毎週っていうふうにはいかないかもしれないけど、でもその一個一個出すその動画は本当に毎回思うけど、なんかすごい宝物じゃないけど、そんな気持ちでポストするので、楽しみに待っててくれたら嬉しいよね。そうだね。なのでまとめると、これから僕は、会社に勤めて、収入源の確保、で、すーちゃんは、YouTube の編集と、カットをやりつつ、理学療法士もやりつつ、日記を書き続けるっていうこの役割分担がこの6ヶ月で決まったことですね。はい。まとめてくれました。ではここまでなんかすごい語っちゃって、ポポポポ体が熱くなったね。そうだね。でもそうだね。あとはこれからさ、撮りたい動画とかさ、もう全く気にせずに自分たちの好きな動画を撮りたいから、なんかテーマある？いや、そうだね。なんか動画を撮りたいっていうか、なんかやりたいことが結構あって、まず実家に帰った時に刺身包丁、お魚を切る用の包丁をもらったんだけど、もうめちゃ古くて使ってないから錆びついちゃってて、そうそう、だからそれをちゃんと包丁を研いでくれる、ね、職人さんのところに持ってって研いでもらって、でまた2人で魚買いに行って、またこうやってさばいたりとかしたい。前回魚さばいたけど包丁がね、包丁がうまく入んなかったからね。次は包丁変えてチャレンジしたい。魚用の包丁がね、家にあるので。確かに。あと最近なんかすーちゃんは地味に焼き菓子にハマってて。よく作るよね。焼き菓子といってもスコーンしか作ってないんだけど、モニャンがスコーンってね言って。あれがちょうどね、感触にいいんだよな。そういう、最近始めてるそういうこともみんなに、ね、シェアできたらいいし、で私立まで貯めてたポイントがあるじゃない、交通、電車とかで貯まるポイントがだいぶ貯まって、それでちょっと旅行行けんじゃねっていう話をしてて、その旅行も撮影できたらいいよね。楽しみがいっぱいある。あとはこんな感じでさ、なんかオンエアって言って
なんかラジオっぽくやってるけど、なんか楽しかったね。楽しいからさ、なんか視聴者からなんかこうお題とかを振ってもらってこういうテーマで話してくれませんかみたいなでこう喋るのも面白いかもね。そうかも、いいかもそれ。楽しそう。ラジオ風にわちゃわちゃ、こんなわちゃわちゃでいいんだったら楽しいかも。そうだね。いいねそれ。もし何かあったらぜひコメントください。コメント欄に送っていただければ。このテーマで話してとかあったらいいですね。そうね。まあなんかこんな感じでまたいつも通り寿司カップルとして皆さんにお会いできるように日々精進してます。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれからもマイペースに投稿していきますんで楽しんでいただけると嬉しいです。嬉しいです。